るところあると。おー、飛んでる。あれなんや、あれなんや。俺ら二人でここで寝な。15ドル。やば。お、来た。俺こいつ釣りに来た。はい、ありがとうございます。チョクラです。はい。ということで、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。さあ、まあ例年なら新年最速でバス釣りしようという企画。はい。もう1月1日からやってるんやけど、今年は違う。違うよ。はい。ちょっとこれどこかわかるかな。これもう見た目。まあ空港なんですよ。はい。海外行きまーす。ってことで、この2025年はショークローズフィッシング海外からスタートします。じゃあどこの国に行くんやと。ってことで我々、はい、オーストラリアに行きます。行きますと、オーストラリアに。はい、ちょっといろいろめんどくさいんやけど、もうついてます。もうついてます。オーストラリアのケアンズっていうところなんやけど、はい、でもう一発目の動画、もうやっぱりこっからバス釣れるのか。あとちょっと待って、暑い。もうやっぱり俺らが楽しいことする。あとはもう寒いところで釣りするの嫌や。はいはいはい。もういろいろ考えた結果、オーストラリア。オーストラリア。はい。まあ今回今まで韓国とか、まあちょっと遠征多かったやん。今回。はい。1ヶ月以上です。長すぎる。まあ俺らの考えでは3ヶ月ぐらい。オーストラリア行って他の国行ってとかやろうかなって思ってて、はい、相当まあちょっとショークローズフィッシングおもろい動画めちゃくちゃ作れるんじゃないかなって。冬よりもええやろ絶対。まあ今からその民泊まで7時間かかるからもう一回飛行機に乗らなあかんから。遠いな。ということでオーストラリア、この1本目の動画でバスは釣れるのか楽しんでいくぞ。レッツゴー。声出てる。これ絶対声入ってない。次レンタカーでも乗ってもうとりあえず家行くだけよな。そうやな。よし、左車線は左車線。いやお前が運転しなあかんくなった。ちょっと熱い。レッツゴー。いやめっちゃ広いよ。全然日本と違うよ。おお、初めてでやっぱオーストラリアっぽい標識やな。これ何これ。アンモーやんこれ。ポケモン見たことないこんなん。ああいいね。うまいうまい。もう現地よ。ちょっとだいぶおもろい。これはおもろい。全部人生初やから。さあ目的地家まであと5分か。こんなとこなんか街並みが結構高級そうやけどな。スイここちゃうか。これや。すごい海外感えぐー。はい。Hello, I'm good。はい、着いた。はい。このねお部屋の一室を借りて、こちらのお部屋の一室をお邪魔します。お邪魔しますと。こちら広いな。ここのいや今ここです。人いた。シェアハウスやから今回信じられないんですけれども、はい、なんかいい家やなって思って、予約したら、はい、1ヶ月予約したら俺ら2人でここで寝な。びっくりしたんやけど、今こっちみたいな、こっちの部屋、もう女の人がもう半年ぐらい住んでるんちゃうかっていうぐらいの家具を積んでたよ。めっちゃ住んでた。ということシェアハウス、これはシェアハウスに近いな。あそこのリビングはみんなで使うってこと？みんなで使う。シェアして。まあ言うて俺ら1ヶ月ごとに滞在場所変えるから今回は。まあせやな。だこういうのに住んでみて、改善しつつ他にもいい場所ないかって探して、せやな。見つけたいね。一旦買い出し行く。はい、ってことで、やっと一段落した。まあ今回の目的は釣りや。今回はもうキャリーケースに釣り具屋さん今から出せるっていうぐらい詰め込んでいきたい。見てもらっていいですか？マジで？レッツゴー。さあ今回俺のオールリール持ってきた。持ってるすべて。それは嘘ついた。置いてきたやつもあるけど、まずこれ今回オーストラリアで釣りするけどさ、どんな魚なのか知らんやん。全然知らん。だからその日本とは全く違う魚がおるわけから、一応持っていくシリーズで、この俺の普段よく使うこのコンプレックスっていうリール、1万なんてごめんなさい、11万円のリール、バンタム、メタニウム24、おじいちゃんの片身リール、この合計6個でやばいな。まあほんで今回はこのリールたちに合う人気の竿
そのみんなどれぐらいすごいかこれあんま分かれへんやろうから、まあ、ネタにで言うとまあ20万円ぐらいかな。高い。ガチで。さ、まあ、今回さ、包み隠さず言うとな、包み隠さず。俺らこのベッドで1ヶ月とりあえず泊まるわけやん。まあ1ヶ月の滞在で20万。ほら、まあまあキッチンシェアでとか、まあまあ信じられんぐらいハエ飛んでるけど、ここな、ここ開けたらもう3匹ハエおんねん。まあほんで車のレンタカー、これも1ヶ月でまあ20万ぐらい。20万。ほんで飛行機でまあ16万ぐらい。だから俺ら毎月移動とかさ、したりとかしたらもう月50確定でかかるよ。やばい。えぐい。だからちょっと海外マジで金かかりすぎる。やばい。だからもうここには俺がその日本で後悔したくないように日本から全て持ってきてんやけど、もう後悔ないシリーズで多分なんか起こしてくれる超大量のビッグベイお前よう持ってきたな。めっちゃ入ってるやん。これがこのセットがまだ車にもあんねん。でまあ生き絵セット、カメラのレンズ、はいはい、なんか使えそうなやつで、あとはもう大量のワームで怪我した時のやつ、お前ちょくちょく次関係ないやつ入れてくんな。いらんねん。今見たら日本で必要なやつ全部ある。あとはもうないのは海外の釣り替えで補えばいい。あるんやもんな。そうまあそれはもう一旦置いといて、まあほんでね、まあ俺らオーストラリア来て、もう今そんな感じせえへんけどな、見る限り。そうやな。で、まあ俺らもこのブリスベンっていうこの地域なんやけど、とはいえさ、俺ら来る前にもちろんさ、まあここが俺らが行くところかみたいな、じゃあ他釣り場ないんかなみたいな、まあそうやな。見たらありました。俺ほんまに何が釣れるか何も調べてない、ポイントも何もしない。ただ近いからもう明日行くんやけれども、レイクマンチェスター。強そう。今までの俺が行った多分一番でかいの俺は多分いやけど、まあ正直早く釣りしてほしい。せやな。あれ分からん、新年やからちょっとこういうのも見たいんかな。いやもう早く早く。ちょっとなんかトークいらんねん。ありがとうございます。いやオーストラリア is マクドナルド。オーストラリアはマクドナルドですっていうことこれやな、俺が普段頼んでるな。目がポテトあるでもでもここら辺日本とあんま変われんやな。何靴下売ってんのやっ15ドル。やばうわでもなんかマフィンちゃうわなあ。朝マックちゃうやん。朝マックマフィンやで絶対。うるさいな。これ何これ。このソース日本にない。ほんま。レイクマンチェスター向かおう。行くぞ。おい、クリスマスモデルの外交するぞ夏場に。あれ見てくれ。すげえすごいな。書いてるぞレイクマンチェスターで。カンガルーおるんかほんまに。あるんちゃう、あれよ。すごい広いな、広大やな。ということで、まさかの登山。まあちょっと見る限り、まあ釣りできるところあると。ダムの関まで 650m やから、まあそこからできるとこあるんじゃないかなっていう。まあ行きますか。行きましょう。もうほんまに俺らも知らんから歩くしかないと。あとこれ新しいサングラスめっちゃ可愛いない。あれおすごい、ブラックバスが。そう、掘ってもらったけどブラックバスルアーみたいなのあるこっち。あるわ。ほんで上に書いてる。これでリーチザトップ、もうバッツリの頂点目指すでっていう。待ってくれ。サボテンかあれ。待ってくれ。サボテンや。初めて野生で見た。おーすげえ。やばい、あったでっか。もうレイクマンチェスター来た。着きました。やばい、ここに魚おらんことはないやろ。でっかなあ、でかいな。おい、ここ釣りできるんちゃうか。オッケー、ここ行けるやろ。おお、来たー。ポイントや。広ー。めっちゃ広い。やば。おんのかほんまに魚。さあ一発目に投げるのは何ですか。完全に夏やし、こういうパッドがあるしっていうことでフロッグ行こうか。フロッグ。この時期にフロッグはもう1月ありえへん。ありえへん。ただインオーストラリアやったら可能性があるかと。皆さんお待たせしました。ってことでオーストラリアフィッシング
グッモーニング英語バージョン始まった。さあレイクマンチェスター編です。まあみんなそのやっぱバスおんのみたいな。いやーせやな。まあ調べたところによるとブラックバス俺らが連れたらいない。ただオージーバスバス正しく言うとオーストラリアンバスオーストラリア固有種固有種がおるらしい。そいつがなどんな形なのかいや確かに色とかもな気になる。でまあおるんやけどここにおるかは分からん。いやせやんな本日もお願いします。Welcome to the my name is 岸川拓本名言うてもた。まあやっぱりみんな急に思うのはさ、なんで今回新年からオーストラリアなみたいな確かに確かに思うわけ。もうちょっと事細かく説明すると、俺って自分のことジャンプの主人公や思ってるんよ。今はちょっとまだ良い現状良いやけどトップになれると。バス釣り界隈で、でトップになる中で日本でなずっとやってるのもできるけどやっぱストーリーが濃い方がいいと。いいジャンプ作品にするためには引っかかってるけどなそのためにその日本でずっと続けるよりも海外編も入れてよりストーリーとしておもろいショークロスフィッシングこれをやってトップ取ろうかと。なんか空とか山見てたらあんま日本と変われへんよな。ここだけ見たらな、やっぱ世界つながってるなって思うわ。でかいな感想が広い美しい哲学みたいになってるからやめよう。結局いろいろ考えたら俺んちもお前んちも一緒なんやなって。一緒にしすぎ丸めすぎまとめすぎ。あら何このジブリみたいな世界すげえ。ここ一匹いけそうやな。一匹いけそうやな。すごいな。湖貸し切ってんぞお前。だってボートも禁止やろここ。よしドライブシャットでかいな。でかい。やっぱ海外クオリティやろ。やっぱでかくいこう。おはようございます。オーストラリアンバスってオーストラリア来ましたよって伝えたいよな。伝えたいな。今のとこまだ観光やからな。今のところマクド高いってことしか分かってない2人で朝マックで3000円えぐいよな。やっぱ物価高は半端じゃないよな。だいたい全ての商品が日本の 2.5 倍から3倍。空港着いた最初のハンバーガー屋さんでも3000円飛んだし。いやほんまに水も4ドルぐらいあったやろ。水4ドル。モンスターも500円。モンスター1000円。いや1貫500円や。コーヒーこれで800円するそうやねん。レッドブルとかエナジードリンクめっちゃ高いねん。いやこれがほんまリアルやなここの。よし次魚系。ああいいっすね。一番釣れそう。もうちょっとそろそろ魚の姿動画みたいな。どうも。もしオーストラリアンバスがおるとしたらほんまに生態系とか分かれへんもんな。上流が好きとかさ冷たい水好きとかそこら辺も何も分からんから。見たことない鳥がおるの。なんかほら見て体黒くて首茶色い。移動しようか。意外とむずいな。てか意外となんてもんやない。めっちゃむずい背に腹変えられない。もうミミズ投げます。早かったですよ。いやこれ編集ではだいぶカットされて早投げてるけど結構やってるからほんまに反応なんか一回ミミズ投げてその中で反応が欲しい。どうだこの謎の川っぽいとこ。はっこうもう見てる人たちより俺らの方が多分釣りたいでほんまにほんまにほんまに、オーストラリア初日ボツはなくほんまに言わんとこ。第1回ボツはほんまにそんなん言わんとこ。デイ2になりましたはいまさかデイ2来ると思わなかったんですけどこれが新規って大場所変えてます。背景から見たら分かる壮大さ今回はレイクマンチェスターのさらに上にあるレイクワイブンホールっていうところに来ました。もう名前がほんま外国やな。ちょっと今回さすがにちょっとバスおるから調べた。めっちゃでかいのおる。マジでもうパンパンなやばいやつが釣れてる情報があるから間違いなくいる。間違いなくおんの。あんま言いたくないけどオーストラリアンバスの今回全てが分かった。どういうこと？1日目何も分かってなかったの？分かってない。あまりにも読みを外したから調べたよ。超簡単に言うていい？超簡単にな。あいつらは回遊型というのはその一箇所にとどまらずに動き回り続けてるやつだからさ、もうずっとワームでちょんちょんやってたらあかんかって。いっぱい巻いていろんなとこ投げてっていう作戦やったら釣れててん。目標が1匹やからね。せやな。とりあえず今日は曇りありがてえ。一発目アイルトン巻きに行くぞ今日は。おはようございます。いけ。ここにはおるんやオーストラリアンバスが。おるで。これはマジで釣ってほしいな。これは釣りたい。あれ鳥じゃうよね。鳥や。でっか顔でかすぎ。これペリカンがおるっていうことは下に小魚おるんちゃうか。いやそれは分からん正直。うわ広こんなん一緒やらなあかんのか。まずもう移動しようかな。早いって。長いお前見てみろ。一生続くやんけこのフィールド。ずっと続いてる。
続いてるな。移動しようか。ガチで移動しようんか。なんか魔女の宅急便に出てきそうな場所やな、ここはほんま。あれは牛か？あれ牛やな、全部な。イージークリーク。クリークっていうことは川ってことやな。おー、雰囲気いいやん。あ、やばい。このクリーク熱い。まずはチャターベイトから。でかいやつ来てほしいしな。どうも。気圧も低いからバス浮いてないかな。バスって超えてんけるとき浮くんやけどな。あ、牛の匂いすんぞ。牛おらんか。うわ、びっくりした。なにあれ。うわ、びっくりした。なにあれ。うわ、びっくりした。なにあれ。あれなんや。あれなんや。おい、あれなんや。あれ。これ俺イッテ Q で見たことあるぞ。見たことあるあいつ。すごい、あんなやつほんまにおんねや。よし、次。ふわふわ系。あ、魚後ろついてんの。後ろ魚。これが当てるか知らん。でも釣れそう。普通キワとかにオーストラリアンバスおらんもんなんかね。ほんまに全然ラージマウスバスやったら 100% 見えんもんな今。絶対おかしい何かが。それも夏やねんこっちは。夏やったらおんもんなこういうところ。俺のスタイルが間違ってるとは思えんのだがな。オーストラリアの日常なんやけど、左にはまあ普通に馬がおって、でこれ右にはもう普通に野良犬。すごないお前。何どうしたん？初めてのガソリンスタンド。 Excuse me. I don't know how to use. I want to do this. Yeah, but how to? That's $40. $40. Yeah. So now when you go like this, you get this. Pay money later. Not pay money later. Yeah, we'll go up to the 40 mark. Ah. Once that, hang it back up and go pay for it. Okay. ああ、センセン。 Have a good day. これが日本にはないガソリンスタンドとコンビニのな掛け算。水シェアしようぜ。I did number 4. Are we paying all together? $40. Yeah, perfect. It's 46, my friend. Okay. $6で水買いました。600円です。はい。ってことで、ここでちょっとお知らせなんですけれども、今回のこの2025年一発目の動画のこの日から、ショークロスフィッシング新しくサブスク始めます。ショークロスフィッシング海外遠征に当たりまして、まあこの特に海外では、まあ動画では使われへんエピソードとか、まあ多分人生で経験したことないことが山ほど経験できると思うよ。だからそういう動画に仕切られへん裏話とか、動画にできん話をするラジオとかを週1でやったりとか、あとは質問答えたりとか、あとはクジラルアーのなんか制作の裏側とか、ショークロスフィッシングの裏側を全て公開するサブスクっていうのを作ってみようかなと思って、名前がアジトという、まあこれが結構これはまあ普通に個人的に好きな言葉で、悪巧みというかさ、普通の地上よりもちょっと下のところで悪いことを考えるとか、そういうのが好きやから、そういう名前にしたんやけど、まあ今回このアジトを通じてよりショークロスフィッシング好きな人となんかある種近しい距離でなんかショークロスフィッシングをより楽しんでもらうとか、なんかそういうサービスにできたらなって思ってるんで、まあもう今ね画像ファン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 って現れてるやろうけど、もうぜひ、まあそれ以外にもいろんなコンテンツがあるし、よりこれから改善していくんで、まあぜひね、興味ある方は一度覗いてみてください。概要欄貼ってるんで。ということで第1話。そういえばな、今回1本目の動画の目標も何も言うてなかったなって思うんだけど、オーストラリアンバスが果たして一発目で釣れるかどうかやから、ぜひ、期待してて。ほら。取れました。カンガルー見つけたかもしれない。嘘。カチカチ。嘘。あれカンガルーやんな。あれ。おい。あれカンガルーちゃうか？カンガルーよ。カンガルーやろ。うわなあ自然のな1割見つけてもうたな。めっちゃ見てるこっち。おい。おー飛んでる。コミュニケーション取ってくる。行くかお前。めっちゃおるカンガルー。あ本物や。おいちょっと待ってくれ。なんやこの情報は。こいつらや。うわおなんかめっちゃヤバいやつもおるぞ。ほんまにおるのこんなやつら。ここにおるってことこれ。おいめっちゃおっちゃんやつってるのお前すごいぞ。よし自信ついてやろう。おうやっぱおんねやこんなところに。ちょっと思ってる2倍ぐらいでかかったけどな。早く映像実際に釣らしてくれ。ありがとうございます。一番チャターベイターってそうやけどな。回遊魚って釣るのむずいんかな。いやまあでもほんまに俺魚がおるところに投げれてんのかなっていうのが分からんやな。ほんまそれだけが自信ない。なんかあまりにも反応なくて。もう普通におるカンガルー。でかっ。こいつオスやな。でっか。一回見たら普通におるんや。
ガチのラストポイントになるかもしれません。釣り禁止が多すぎる。釣り禁止というかなんかその立ち入り禁止やな。私有地が多すぎてなんかもう許可された人しか入れません看板ガチで多くて、やっと見つけた。オッケー、着いた。もうオーストラリアで一番釣れる場所であれ。雰囲気はでもあるな。水も動いてるし。頼む、スピナーベイ。跳ねたな。ちょっと待って、でかいのおるやろ絶対。何今の。取れた？いや取れてない生命感あるぞ。あるな。一番でかいのの生命感あるな。人や。お、フィッシャーマン。はい。はい。Are you fisherman? What are you aiming for? But same. Oh. What are you casting? Commodore, top water. すごいよ、お前もう当ててるやん。一級ポイントやろ。来たな。来たよ。しかも直接対決。現地の人と。あれはやばいやろ。怪魚やろ絶対。どうやったらタイガーあそこエグいのぶち込めるかな。よし。ザリバイブでリフト&フォール作戦や。ここは引っかかり少ないぞ。なんかもう日本やったらこの時期 100% 釣れる自信しかないのにな。コバスなんてもう朝飯前よ。お、来た。食った。ガチ。マジ？ガチ。パス。でかい。Is it Australian bass? That's a yellow belly mine. Yeah. Not? That's a yellow belly mine. Yellow belly mine. Thank you. Sharp teeth. No. Can I get it? No, it's you can hand it. Okay. でやったわけ。外れた。おったぞ。何や今の。イエローのやつやって。イエローフィッシュ。ノットパス。ちょっと釣りたかったけど怖い。待って、俺フィッシュグリップ持ってきてた。これ忘れてたこれ。やつらの口のサイズが意外とちっちゃいことが分かったからレベル5。こういうな下調べも何もせえへんからこういうことになんねん。何が釣れたか分かれへんねん。お前完全にパスやって言ってたからな。パス。あれ俺ら釣り上げてたらオーストラリアンパス言ってたよ。よし、スピナーベイトや。信じるしかねえな。なんかワーム系が効く限りもっぱら弱そうやねんな。お、食ったガチ。お、食ったお、食ったガチ。食った。そう巻き食ってるよな。オーストラリアンパス。引きある。開ける。オッケー。よっしゃ。ねえこれオーストラリアンバスじゃん。オーストラリアンバスや。マジ？ガチ。よっしゃ。オーストラリアンバスじゃん。これか。はい。富士ちっちゃ。キモない。富士ちっちゃ。ほんまにこいつ釣りに来た。口もなんか濃いみたいな。オーストラリアンバスで調べてみようか。オッケー。あ、でもこいつか。いやぽいな、こいつっぽいな。こいつっぽい。写真撮ろうこれ。なんか後で誰かに見せよう。なんか瓶みたいな顔してるな、この顔の形も。なんかボーリングの瓶みたいな。何やろな、今の日本の人口のグラフみたい。分かれや。こっからよ。こっからオーストラリア第1話完結です。これ後でバスじゃないとか分かったら嫌なんやけど。おいじゃあもうほんまにバスちゃうかったなんやイエロージェリーであいつ言うてたやつやんけ。一回バラした時の俺ら撮影終わってもう買った気で家帰ったやん。うんで家着いてでお前が聞いたんか。それちょっと知り合いのうん人にこれってバスですよねって聞いて、はい。それこそ英語で知り合った友達にな、うん見せようかどんな連絡来たか。Is this bus ってもうほんま英語の授業の一番最初のやつこんなタイミングで使えるやんっていうこれで聞いたら、
こんにちはございます。はいは It's a yellow berry。い。イエローベリー。いいっすわ。それはイエローベリーです。 Is this の質問はもうイエスしかないもんや思ってるやん。何やねんそれ。なんなんでももう、いや、もう終わるよ。1話は。2話目いくよ、さすがに。次回予告。初釣り具屋に来ました。はーい。お、すごっ。これはすごいぞ。エミのシークレットグッズスポーツ。 Before you go to Wivenhoe Jam, Fernville. すごいところ来たぞ。でかい。いや、天候やばいで、ここはほんまに。え、なんか食った。うわー、食った。おー、食った。よっしゃ、よっしゃ。うわー